いろんな要素がありすぎて、はい、どうとも言えないんですけど、どこまで仮定しましょう。同じ、何だけ違う、その砥石だけが違うくて刃物同じ、研ぎ手同じ、そうですね。っていう感じですかね。は、多分天然砥石のであれば粒子の角度の違いは関係してくるかもしれないです。基本的に山というか層というか、取れる位置によって粒子の角度が違うんです。まあでもあくまで仮定ですよ。僕見たことないので、目では見たことあるんですけど、その時代を生きてないので、2億何年何もなんかその辺の時代のことなんで、多分もともと粒状というか粒子がこう積み重なるわけですよね。層になるということ、すごい長い時間をかけて層になっていく。でイメージはそれがギュッと固まって砥石、それを切って砥石というイメージだと思うんですよね、一般的に。それだけじゃないんですよね。でこう固まるイメージでしょ。じゃないんですよ。なるほど。圧がかかってとかってなると上から圧がかかるっていう頭になりがちなんですけど、上からもかかってますけど、横からもかなりかかってる。で強くかかった方向にこの粒子は潰れるわけです。なるほど。で天然砥石の粒子っていうのは粒子って言われるんでみんな粒で考えるんですけど、決して粒ではありません。どちらかといえば、コーンフレークとか、ポテトチップスみたいな、大きくて薄っぺらいものの集合体なんですよね。でその言ったらペラペラっとしたものが平均的にどっちに向いて流れていっているかによってその砥石の削り方が変わります。でもその粒子の方向に沿って、その砥石の層の方向が決まるのか、層の方向は一定だけれどもその刺さり方が変わってるのかっていうのはどうですか。その粒子の方向に合わせて全部層ってなってきてる。違います。層は積もったでそれに対しての方向は全部バラ方向は圧力が強くかかったなので、例えばこう層があって、圧力がこっち向けにかかったから、こう層が砥石ってこうなっとると思うでしょ。研磨剤はこっち向いてるんですよね。でもパリンと石として繊維方向で割れる方向としてはこの層の方向に割れるってこと。人間が割るのはここです。この別に粒子の方向に亀裂が入るわけではなくて層の方向に。そうです。そうです。そこがその粒子の方向とどうなのかなっていうのはちょっと疑問に思う。ここに不純物が溜まってるんですよね。長い時間かけて、いらないものがでここに不純物層ができるのでそこでパカッと割れる。でここでこう切り出して砥石を作るんですけど、研磨剤はこっち向けに流れている砥石がこれでできる。そうするともうこっち側かとかこっち側かとか変わっちゃいますよね。変わっちゃいます。要はこっち向きに対してこう研いでるかこっち向きにこう研いでるか。ただ今簡単にざっくり立面で、説明しますけど、これ平面で見たらまた違うことになってるんで、こっちにこういろんな方向があるわけです。木目と似たような感じですよね。どっちに向いてるか逆目になってるところもあります。これは簡単に説明するとこんな感じです。で水が流れる方向はこの粒子が流れる方向に向かって水は流れるんですよ。水は落ちていくんです。上から水かけるじゃないですか。で一定って割れるって分かります。こうって割れちゃうっていうのは、だから砥石をこうペカって斜めに割れたりしちゃうんですよね。それがそう水の流れの方向にで割れちゃう。そういう感じ。ここの方向によって研磨力は変わりますし、削り方も変わります。あれ側面の溝はあれはグラインダーの傷であれは関係ないんですか。側面の傷の方向あれは関係ないです。でも切った後です。その辺の見たら分かっちゃいますけどね。これ藤原先生が好きな砥石です。これはあんまり分かりにくいんですよね。この白は。奥度も分かりにくい。奥度は分かりにくい。これそもそも奥度あん
まり言わない方がいいか。奥戸の秘密、奥戸はね、奇跡的というかすっげえなって思う砥石ですよね。奥戸はちょっとイレギュラーというか、今話した内容を覆すようなことになってます。こいつはちょっと熱がさらに加わってて、圧かかって方向性が決まりましたよっていうとこから一回崩れてまだ固まってる砥石なので、薄っぺらいものが変なのいっぱいこうなって方向性がない。方向性があんまりなくって、だから万人受けしやすいんですよね。はい、どっちから研いでもいいはつきやすいし、間違いがない。面白い。それはやっぱその自然で予測不可能ななんか予測不可能ですよね。もろもろの影響で人間ではなし得ないその自然の力でできたものなので、それが東物の話ですよね。はい、東物の話です。東物の話ですね。そういう話もできる。そこはしない方がいい。いや別にしても全然。大まかに分けてどういう傾向とか。西物は圧があんまりかかってないですね。基本的に積もるまでは一緒です。積もって圧力のかかり具合が弱めなのが西物かな。であんまり目がなくって、どう言って割れ方もランダムに割れるような割れ方しますし、縦横無尽に割れちゃうね。でも人造砥石に近い天然が西物かもしれないです。だからやっぱりへこみが硬い砥石にボコってへこむし。そうなんですね。なんかまあそういう意味では馴染みがいいとも言えるから、そのいい悪いでは全くなくて、特徴としてやっぱり西物東物では全然違うね。東物のすごい柔らかいやつでも研ぐと全然へこまないとか、なんで面直しするとこんなにドロドロなのに研ぐと別にそんなに柔らかく感じないんだろうって不思議なことを感じることが多いかな。中山とかは結構立ってるんですよね。で点接点みたいなのがいっぱいある感じで、どういう手でしょう、支えながら研いでるんでへこまないんですよ本当に。田村山はどちらかというと寝てるんです。ほぼほぼ真横に寝てる。本当に難しいとこだけど、中山が評価された一番の要因って人造砥石がない時代に人造的な傷を入れれるところに評価があったんじゃないのって気がする。そう思うよね。で評価したのが岩崎康介さんだから、カミソリなんだよね。でカミソリってそれもずっと実験やってきたけど、間違いなく人造の方がいい。もう刃のあたりはもう絶対人造の方がいい。だから人造の超高板ってもうできればもう2万3万、ダイヤモンドペーストの20万番とかもめちゃくちゃ気持ちいい。それはそうさっきの質問の条件でいうと粒子の向きっていうのが研ぎ感の違いだったりとか、要素の一つとして考えれる。そうですね、砥石ベースで考えるとそれがあるかもしれないです。でも大半は腕です。人によってやっぱり刃物に対するかける圧力が違うじゃないですか。ここ3人でも全然違うはずなんですよね。で3人圧力違えば同じ刃物で同じ砥石を使っても1個ずつ違う刃ができるので、使い手側の技量だったり癖の影と響も結構あるが結構ほぼそこですかね。で自分そうなんですよね。だから人のいい砥石は俺にとっては嫌いな砥石であったりするので、本当にそこら辺はすごく難しいんですけど、めくり合うのか自分が合わせるのかで、そこら辺をちゃんと考え方を整理するといい刃は作りやすいと思いますね。